以前開発した空力マシン、ヒラメ。空力稼働ギミックは狙い通り発動したけど、最終的な記録はいまいちだった。原因はダウンフォース不足で車体が不安定になって、ファンを2個つければ良いのでは？今回の作戦は、フロントにギミック用のファンを、リアにダウンフォース強化用のファンを装備。2つのファンの力でマシンを安定させる、という算段である。というわけで開発を開始する。まずは具材の配置。最近ドローン用のモーターばかり使っていたので、今回はミニ四駆サイズのモーター、いわゆる130モーターを使ってみる。このサイズの利点はハイパワーなことと見た目がかっこいいこと。欠点は重さだけどファンが2つあればなんとかなる。次に六角シャフトとタイヤを配置。ホイールベースを極端に短くすることで、駆動ロスを少なくしつつ、旋回性能を高める作戦。バッテリーは前後バランスを考慮してこの位置にしよう。そして今回のメインディッシュであるダブルファンを配置。これに合わせてシャーシを設計。着脱可能なローラーステート、モーターカバーをつければ、3D データ完成。ダブルファンの存在感がすごいな。3D プリンターで召喚。ここからは組み立て。まずはフロントユニット。次はリアユニット。前後ユニットを合体。適当に配線して、ローラーステーを装着。これに装飾パネルをつければ、ダブルファン搭載四輪駆動マシン、無限、完成だ。なんかグラフィックボードみたい。さて、マシンに多数装着された白い物体。これは日本セイコー様より提供していただいた、ボールベアリングと低摩擦樹脂が一体となった白物で、コースとの摩擦を抑え、スムーズな走行が可能になる。次にギミックの解説。平面走行時はフロントローラーの角度が水平に近いけど、レーンチェンジでマシンが浮いた時にはこんな感じで、ファンによるダウンフォースでフロントユニットが折れる。ローラーも下を向くので強力なダウンスラストが発生する。ちなみにマシン重量は 94.2g。前回作ったセツナの3倍以上の重さになってしまった。弱いバッテリーでシェイクダウンいってみよう。ファンスイッチオン。駆動スイッチオン。ゴー。おー。タイムは 2.30 秒。なかなか良いタイムが出た。本来ここから速度を上げて記録更新を狙うのだけど、マシンが壊れては困るのでタイムアタックは一旦中止。なぜなら、このマシンはニコニコ超会議で行われた、超ルール無用 JCJC ステージのために作ったのだ。その時の映像がこちら。このマシンの走行回数は2回。そこそこ充電バッテリーを積んだ1回目。最大限に助走距離を取ってのアタックではありますが、これは速い。2秒タイムは 2.18 秒。かなり良いタイムが出たのだけど、もっと良い記録を出すべくプラズマダッシュモーターに換装。力こそパワーに変わってまいりました。さらなるアタック仕様のバッテリーのようにも見えます。さらに満タンバッテリーで勝負に出た。何かを確認していました。スタート。しかし、スイッチが入ります。さあ、最大限の助走を使います。ラップタイマーの後からのアタックスタート。2秒34。タイムは 2.34 秒。タイムが落ちた原因は、ちゃんとチェックしていないモーターに変えてしまったこと。モーターは様々な要因で性能にばらつきが出るので、スペックが逆転してしまうことは珍しくない。しょうもない選択ミスで不甲斐ない結果となってしまった。このままではマシンに申し訳が立たない。ので、ばあちゃんの部屋でイベントを続行する。というわけでハイパーダッシュモーターに戻しつつ、満タンバッテリーを装着。駆動スイッチオン、ファンスイッチオン。ゴー。これは、入った。タイムは 2.06 秒。なんか吹っ飛んだか？スローで見ると、フロントはギミックの効果がほとんど浮いていない。後半でリアが浮きそうになるけど、ファンのダウンフォースで抑え込めている感じ。2回目も問題なくクリア。
もうちょい速くても完走できそうだけど、止めた時の衝撃でプロペラガードが割れてしまった。ガードを取ってしまえば良いのでは？超会議では周囲に配慮してつけていたけど、ここならなくても問題ない。ついでに装飾部品もパージ。スポンサーの期待に応えるために重要なのは、見た目よりも結果を出すこと。これが、無限の本来の姿。駆動スイッチオン、ファンスイッチオン。おお。早い。きたー。タイムは 2.03 秒。さらに少し更新したぞ。スローで見ると、先ほどよりリアの浮きが大きいように見える。なんはともあれ記録更新だ、と言いたいところだけど。超会議を見た方はご存知の通り。さあ、これは早い。投げ込みからの次のアッパリも。これは場が盛り上がっております。出ました、1秒台。1秒。フェンスカー界の猛者が圧倒的すぎた。今回は空力ギミックマシンを開発。安定性が高く速度も申し分ないマシンに仕上がった。イベント当日は不発ながらも、その後のアタックで進化を発揮。しかし裏ボスの記録がすごすぎて、現状では全く歯が立たないので、色々遠回りをしつつ、まずは2秒の壁に挑みたいと思う。おまけ。前回開発した超会議用のマシン、セツナ。実は本番前に地味なアップデートをしていた。もともとはフロントにスライドスイッチを装備していたのだけど、この方式だとスイッチを入れてからスタートすることになるので、一瞬タイヤがロックされた状態で通電することになってしまう。それを防ぐため、こんな感じにスイッチを変更。フェンスカーを参考に、絶縁体を抜くことで導通する方式にしてみた。そして絶縁体を長くすれば、マシンをスタートした直後に導通できる、という算段である。して、本番でどうだったかというと、外れました、バッテリー、行くぞ。さあ、アタックだ。さあ、軽い一瞬の輝きなんですが、これちょっと早めに減速したようにも見えましたよ。そうですね。ちょっと1秒しか持たなかったような。投げる直前に絶縁スイッチが抜けてしまうというミスにより、残念なタイムで終わってしまった。このままではマシンがかわいそうなので、前回走行をやってみる。3ボルトぴったりまで充電。ゴー。どうだ？入った。タイムは 2.08 秒。スローで見ると、LC はギリギリ通過という感じ。これを本番でやりたかった。と、悔しい気持ちもあるけど、イベントはとても楽しかったので、またチャンスがあれば挑戦したいと思う。